こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年の Xbox ゲームパスタイトルの中から私が遊んで最高に面白いと感じたタイトルを私のプレイ映像とともに10本ランキング方式でご紹介していきます。下半期はゲームパス追加タイトルの本数は例年と比べるとかなり少なくなってしまったのですが、その分面白いゲームがいっぱいあったなと感じました。ちなみに私が今年クリアした Xbox タイトルは72本、総プレイ時間は1289時間で、取得した実績は8万6000、総実績は65万でした。多分私よりもプレイ時間長いよって方もいるかと思いますが、今年もなるべく作業と並行して多くのゲームをしっかり遊んだ上で情報発信できるように努めてきたつもりなので、ぜひえりすぐりの10タイトルのご紹介をお楽しみいただければ幸いです。早速10位からいきましょう。第10位は国津神パスオブザゴッテスです。昼のフェーズには村を修復し、村人を助けたり配置したりして戦闘の準備を整え、夜のフェーズには魑魅魍魎から巫女と村を守るというサイクルを繰り返し、山の平穏を取り戻していくタワーディフェンスの要素と爽快感あふれる剣舞のアクションを組み合わせたカプコンの完全新規タイトルとなっています。個人的にはさすがカプコンというべきか、アクション面にしっかり爽快感がありましたね。タワーディフェンスといえどもかなりとっつきやすく遊びやすいように作られていると感じました。一方で魔像の装備を付け替えるのが面倒だなとか、村人一人一人を毎回転職させるの不便だなとか、細かい不満点がいくつか見られた作品でもありました。それでも和の雰囲気たっぷりな独創的な世界観が素晴らしいゲームでしたね。第9位はザ・ディワインダー読みからの旅人です。中国の伝統的な神話や民間伝承をテーマにした独特な幻想世界が舞台の 2D アドベンチャーゲームです。人々の記憶を遡ることができる能力を持つ主人公が過去の人物に干渉して行動や気持ちを変えることによって歴史を改変していくといった内容の作品となっています。アドベンチャーがメインということもあって、今作の見どころはやはり感動的なストーリーです。主人公の軽いノリやマイペースな感じは見ていて楽しく、ところどころにほっこりするシーンや切なく儚い物語が垣間見える中で、重いシナリオが展開されるなどコンパクトな中で見どころがたくさんありましたし、中盤の展開は素晴らしかったと思います。また別売りの追加 DLC では主人公の過去の物語を楽しむことができます。 DLC の金額はなんと定価120円。やばいくらい安いです。安い分ボリュームはかなり少なめではありますが、本編とは全く異なる物語や体験を楽しむことができますし、実績も本編と合わせて合計2000用意されています。続編も開発されているので今から楽しみにしています。第8位はダンジョン・オブ・ヒンターベルクです。オーストリア・アルプス山脈を舞台に探検家の女性主人公として美麗なフィールドや街並み、そしてダンジョンを探索していくアクション RPG 作品です。美麗なアニメ調のグラフィックで作られているのが今作の魅力の一つとなっていて、鉱山や雪山など様々な見晴らしのいい場所から見る景色は色鮮やかで美しく、遠くまで見渡せるようにも作られていて、高いところから見る景色はとても壮観でした。また、ところどころでは移動スキルを駆使して進めていく場面も存在し、小さな謎解きが散りばめられているのも好印象でしたね。竜巻を生み出して、その上に乗って移動することで、危険な峠地帯を進んでいくことができるエリアや、球体の爆弾を転がして、好きなタイミングで爆発させることができ、亀裂の入った大きな岩を破壊して進めていけるエリア。雪山ではスノーボード型のスキルを利用して疾走感のあるアクションやレースを楽しむことができるなど、エリアによって異なるスキルを利用することができ、謎解きやパズルの構成も変わるので、エリアが変わるごとにゲームプレイも新鮮に感じられました。そしてダンジョンの方のボリュームも長すぎず短すぎず、一つあたりおよそ約20分から30分ぐらいで解けるくらいの感覚で進めていけるので、どんどんと次のダンジョンに潜りたくなるような作りになっています。全体的にものすごく丁寧に作られていて、誰でも楽しく遊べる非常に完成度の高い名作なので、ぜひ未プレイの方には触ってみてほしいです。第7位は
ペルソナ3リロードです。2006年に PS2 でリリースされたペルソナ3のフルリメイク作品ですね。多くをアレンジしたり変更するようなリメイクではなく、限りなくオリジナル版に近いような仕上がりのリメイクとなっています。2024年の上半期ではゲームパスベスト1位のタイトルとして取り上げましたが、今回は上半期に追加された DLC を含めてこの順位とさせていただきました。やはり何といっても今作最大の魅力はストーリーでしたね。3学期の儚い空気感や BGM がとても素晴らしかったですし、終わりが近づいている世界で限られた時間の中で日常を過ごすというのはすごく心にきました。なお本編の後日談が描かれる DLC のエピソードアイギスもゲームパスアルティメット加入者向けに1月31日までの期間は無料で配信されています。こちらはとても綺麗に完結していた本編の後日談ということもあって、プレイ前は打足にならないか不安でしたが、私としては公式と解釈違いになることはない後日談を見ることができ、個人的には DLC のストーリーはあってよかったと思いました。ただしゲームプレイとしてはひたすらダンジョンを潜り続ける内容となっていて、ややマンネリを感じるのと同時に本編の方の日常パートの存在のありがたさを強く感じたりもしましたね。第6位はコールオブデューティーブラックオプス6。世界政治の転換と激動の時代にあたる1990年代初期を舞台にしたスリルあふれるスパイアクションを楽しむことができる一人用キャンペーンモードに、対人戦を楽しめるマルチプレイヤー、そして仲間との協力プレイが可能なゾンビモードと3つのモードを搭載しているコールオブデューティーシリーズ21作目となる最新作ですね。正直キャンペーンモードの出来は過去のシリーズと比べると良くはなかったと思います。途中からゾンビが出てきたりホラー要素が入ってくるのは果たしてキャンペーンに必要だったのかなと思ってしまいました。ただ対人のマルチプレイヤーは本当に気楽に遊べる作りで、テンポも良く、あと一戦あと一戦とどんどん遊びたくなるような作りで楽しいですね。とにかく全体的なスピード感が増し、操作していてとっても気持ちよくなったのも嬉しいポイントでした。そして第5位はインスクリプションです。脱出ゲームとデッキ構築型のローグライトを組み合わせたサイコロジカルホラーゲームです。小さく薄暗い小屋で目覚めた主人公として老人とカードバトルを行って小屋から脱出を目指すといった内容の作品ですね。本作に関しては何を話してもネタバレになっちゃうので多くは語りませんが、いやー本当にやばかったですね。嘘でしょって叫んじゃう展開が3回くらいありました。発売は2023年で話題になっていたのは知っていたんですけど、私は今回のゲームパスで初めて遊んでこれほどの衝撃作とは思いませんでした。まさしくすごい体験を得られるタイトルだったと感じています。本当にぜひいろんな方に触ってほしい作品ですね。第4位はオクトパストラベラー2です。HD2D の美麗なグラフィックで作られた壮大な王道ファンタジーを楽しむことができる JRPG ですね。1作目との直接的なつながりはないので2からでも問題なく楽しめる作品となっています。ジョブシステムやアビリティなどスクエアの RPG を触ったことがある方ならどこか懐かしさを感じる要素もありますし、8人全員固有ジョブの他にサブのジョブを選択することができて成長の自由度もあります。パッと見の印象では前作との違いはそこまでないと感じられそうですが、快適な戦闘スピードやレスポンスの良さ、映像面の強化などあらゆる面において進化を感じられます。いやーやっぱりね、オクトラ2は一部キャラのストーリーが私すっごく好みでした。重めで暗い話が好きなのでソローネとオズバルドのストーリーはすごく刺さりました。ソローネ編は特にめっちゃ攻めてるなーって感じの話で、終わり方もすごく好みでしたね。あとボス戦の BGM の至る復讐の果てがものすごくいい曲で戦闘中めちゃくちゃテンション上がりました。本当に素晴らしい作品なので JRPG 好きな方には見逃さず遊んでほしいです。ここからはトップ3の前に展開にはなってしまいましたが、おすすめのタイトルをいくつかご紹介します。
まずは聖剣伝説3トライアルズ・オブ・マナー。本作は驚くほどに遊びやすく、プレイヤーに優しく、徹底的に配慮されている料理メイク作品でしたね。実績コンプには3周必要でしたが、キャラクターもモンスターも世界観も何もかもが可愛く、3周を気持ちよく遊べる素晴らしい作品でした。テンポがめっちゃ良かったですね。そしてテイルズ・オブ・アライズ。こちらは上半期の方で詳しくご紹介していますが、戦闘終了からフィールド画面へのスムーズな移行、タブイベントの遊びやすさ、ファストトラベルの使いやすさ、次元要素がなく実績コンプがしやすいなど、遊びやすさを重視している点に戦闘システムの楽しさも含め、全体的に高い完成度を誇る JRPG です。ストーリーは王道ですが、終盤の演出が素晴らしいので、テイルズ・オブシリーズ2プレイの方もぜひ最後まで遊んでみてほしいです。また、スター・ウォーズ・ジェダイ・サバイバーも激しい戦闘と多彩なアクションを用いた探索のどちらも非常に気持ちよく遊べるクオリティの高い名作でしたし、18世紀の探偵となり40年にわたる12の不可解な死に隠された真相に迫っていく探偵ゲームのザ・ケース・オブ・ザ・ゴールデン・アイドルもコンパクトながらによくできていて、リアルにメモ帳に書きながら謎を解いたりするのがすごく楽しかったです。結構どのタイトルも誰でも遊びやすい作品ばかりなので、まずは触ってみてほしいと思います。それではトップ3の発表の続きに戻りましょう。第3位は、インディ・ジョーンズ大いなる円環です。ウルフェンシュタインシリーズを代表作に持つベセスダ・マシンゲームスが開発を手掛けるタイトルですね。ゲームパートは一人称視点、プレイ中様々な場面では三人称視点のシネマティックシーンが挿入される作りになっているのですが、この三人称視点と一人称視点の切り替わりがものすごくうまく、ロードや暗転を挟まずに見せることによって高い没入感を得られる作りだと感じました。メインメニューからゲームを再開する場面も同様の作りとなっていますね。正直私、映画版未視聴でインディ・ジョーンズってタイトルとテーマ曲しか知らなかったんですけど、プロローグ部分の完成度の高さは圧巻の一言で、ゲームの始まりとしては完璧と言えるような導入パートでした。それに後半に進むごとにどんどん盛り上がりを増していく物語、キャラクターたちも個性的ですごく魅力があって面白かったです。ロードもものすごく早くこだわり作られているなぁと感じられましたね。プレイ中は次はどんな冒険や仕掛けが待ち受けているんだろうとワクワクしました。ゲームクリア後も収集物探しを楽しめる作りなのもいいですね。そして第2位はネオンホワイトです。ソウルカードと呼ばれるカードの能力を利用して爽快感のあるパルクールアクションが楽しめる一人称視点のハイペースなアクションゲーム。2段ジャンプやエアーダッシュなどの効果を持つカードをうまく使ってステージを攻略していく作りの作品となっています。カードを使いながらの高速パルクールアクションと聞くと難しそう、複雑そうと感じる方もいるかもしれませんが、デッキ構築やカスタマイズの要素はありませんし、カードの配置はステージごとに固定となっているためランダム要素はなく、ものすごくとっつきやすいシステムなのが本作の特徴です。ステージを攻略していく疾走感が非常に気持ちよく爽快ですし、ステージはどこも完成度が高く直感的な操作で遊ぶことができ、見た目以上にシンプルなのでハイスピードなアクションゲームは少し苦手かもという方でも触りやすい作品だと感じました。また今作には会話を中心としたアドベンチャーパートも存在していて、正直なところハイスピードアクションゲームにアドベンチャーの要素いると思っていたんですけど、この物語自体もうまく作られていて面白かったですね。本当に遊びやすくてめっちゃ楽しかったので、未プレイの方にはぜひ触ってみてほしいです。そして第1位、2024年私のゲームパスゲームオブザイヤーはナインソウルです。古代中国の神話を題材にした 2D のアクションゲームですね。ゲームの難易度は高めに作られていますが、決して理不尽な要素はなく、最初から最後まで丁寧に作られたあまりにも完成度が高すぎる傑作中の傑作でした。これほどの出来のゲームがゲームパスで遊べてしまうのは本当に凄まじいと感じてしまうほどにとんでもないゲームでしたね。マップを自由に探索して自身を強化していく要素や
進めていくごとに2段ジャンプや空中ダッシュなど新たな能力を覚えていけるところが増えていく点、やられてしまうとその場に経験値とお金をロストしてしまう点など、基本的にはホローナイトと似ている面が多くある中で、大きな特徴となるのはやはりパリーが前提となる戦闘システムの面白さ。ボスはもちろん中ボスや通常の敵でも攻撃力は非常に高く、油断をすれば瞬く間にやられてしまう作りとなっているため、まず初めて出会ったボスには数秒でやられてしまいます。しかし何度も繰り返し挑戦し、敵の動きを覚えていくことで少しずつ攻撃をいなすことが可能になっていくという自身の上達を実感できる作りと、ほぼ全ての敵やボスの行動に理不尽さを感じられないのが今作の最大の特徴だと感じました。どのボスもみんな動きや系統が全然違うのに全員が戦っていて楽しいというのはもう奇跡の完成度だと思ってしまうほどでしたね。私自身不調戦は倒すのに2時間かかりましたし、ラスボス戦は6時間かけてやっと倒せたくらい苦戦を強いられました。最初本当に開始4秒とかでやられてて、敵の動きが意味わからなすぎて、こんなの無理に決まってるじゃんって叫んでましたが、やればやるほどしっかり対応ができる、体が覚えていくような感覚が見事でしたね。よくここまでうまい戦闘システムを作れたなぁと感心してしまうほどに素晴らしかったです。あとグロい要素やホラー演出などがたびたび挿入されるのも人を選ぶ要素かもしれませんが、個人的にはすごく良かったですね。不満点としては迷いやすい点かな。結構次どこ行くんだろうとか、サブイベントも何をすればいいんだろうってことが何回かありました。せめてピン止めがあればよかったかなとは思いますね。あとは次元要素も何個かあり、複数の実績にも絡んでいるので、そのあたりも注意点だと思います。難易度は高めではあるので、全ゲーマーに必ず遊んでほしいとは言えませんが、難易度を下げてストーリーモードで遊ぶことも可能となっています。2024年最も記憶に残った作品ですし、これほどの作品を遊べたのは本当に幸せだと感じました。ゲーム全体として見ても最高傑作だと自信を持って言える作品でした。本当に面白かったです。ということで、今回は2024年の Xbox ゲームパスタイトルベスト10をご紹介しました。いやー、本当に今年はたくさんのいい作品に出会えたなという思いでいっぱいです。来年もまた面白い作品と出会えて、皆様と楽しい気持ちを共有できると嬉しいなと思います。今後もなるべく多くのタイトルを楽しく遊んだ上で情報発信していけるように努めていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。